それがあなたにふさわしいものよ、と母が囁きながら、$500の小切手を私の手に押し込んだ。一方、妹は$25万の結婚披露宴のためにポーズをとっていた。私はリッツ・カールトンのバンケットホールの隅に立っていた。クリスタルのシャンデリア、200人のゲスト、テーブルの上にはモア、冷めかけたフィレミニョンが高級な食器に盛られ、私はノードストロームラックで$89で買った黒いドレスを着て、母が20分前に私に対して出した質問への答えを期待している薄い封筒を握りしめていた。マーカスと私をメレディスのように助けてくれる、と尋ねたのだが、$500の金額が私をその夜に去らせた理由ではなかった。むしろ、母が隣の男に言った言葉が私の心に深く突き刺さった。その男は後に、母が絶対に私に持たせないと誓ったすべてを気づく助けをしてくれることになるのだ。話を続ける前に、一度、いいねと、チャンネル登録をしてほしい。もしこの物語に本当に共感できるなら、コメントで教えてほしい。今どこから見ているのか、そして今いつなのか。私の名前はシエナ・ヒュイット。今は30歳だが、2年前の6月の土曜日、コネチカット州ハートフォードのリッツ・カールトンのバンケットホールに戻るとしよう。私が母の愛を求めるのをやめた夜のことだ。私はコネチカット州グラステンベリーで育った。どの家の芝生も同じ高さに刈り込まれ、家族の肖像画は暖炉の上に同じ位置に飾られている町だ。4つの寝室を持つコロニアルスタイルの家、街路樹に囲まれた通り、2台分の車庫、バクスターという名のゴールデンレトリバー。外から見れば、ヒュイット家はカタログのような家族に見えたが、内部ではランク付けが行われていた。私の姉、メレディスはその典型だった。成績は常に言う、ラクロス部のキャプテン、ジョンズ・ホプキンズ大学への早期合格。彼女は、誕生以来、世界はあなたのもの、と言われ続けたかのように人生を歩んでいた。そして、その信念を持たせたのは母だった。ダイアン・ヒュイット、58歳。かつては外科看護師で医大に進む夢を抱いていたが、実際には申し込むこともなかった。彼女はその未完の野望をメレディスに注ぎ込み、コンクリートのように硬化させた。メレディスは母が望む通りの皮膚科医、適切な家庭のボーイフレンド、そしてホリデーパーティーで映える笑顔を持つ女性に成長した。さて、私の話に戻る。私は勉強する代わりに絵を描く子供だった。高校2年でアートコンテストに勝ち、そのリボンを静まり返った夕食のテーブルに持ち帰ったとき、母はまるで使うことのないクーポンを見つめるかのようにそれを見た。いいわね、シエナ。でも創造性は贅沢なのよ。安定は責任なの。そのリボンは私の寝室に飾られ、メレディスのラクロスのトロフィーや名誉学生の証明書、ジョンズ・ホプキンズ大学の合格通知はリビングのガラスケースに収められていた。玄関のドアからも見えるその場所は、ゲストたちの目に留まることが目的だった。一人は人の命を救う娘、一人は絵を描く娘。感謝祭には、チラの話が出たのだろうか。私はユコン大学でコミュニケーションの学位を取得し、家族が誰もその成績について尋ねることはなかった。ハートフォードの小さな広告代理店で、ジュニアマーケティングコーディネーターとしての仕事を得た。ブリッジウェル&パートナーズ、従業員は11人、アサイラムストリートにあるサンドイッチショップの上のオフィス。年収は$38,000、税引き前だ。それは華やかではなかったが、私のものであった。しかし問題は車だった。ハートフォードの公共交通機関は、クライアントと会うために必要な郊外には届かない。私は車が必要だったが、信用履歴は薄かった。一つの学生カードに$2,000の限度額と、6ヶ月の家賃の支払い履歴しかなかった。これでは自分名義での自動車ローンは足りなかった。そこで、両親が共同署名をしてくれた。$18,000で2019年モデルのホンダ、シビック、走行距離62,000マイル。月々の支払いは$112。書面上では寛大な行為だったが、実際には束縛だった。母は共同署名契約を引き出しにしまい込んでいた。それは、ある人が銃を保管するように。感謝祭のたびに、私が何か違うことを望んでいると口にするたびに、何かに対して抵抗するたびに、その束縛は強くなった。その車のためにまだ借金があるのよ、シエナ。
借金をしてくれた手を噛むな、父。ジェラルドは60歳。退職した営業マネージャーで、新聞を読むことで会話を避けるタイプの男だった。彼はテーブルの向かいに座り、何も言わずに皿を見つめ、ゆっくり咀嚼した。そして母が話を終えると、お母さんの言っていることには一理ある、と言ったが、どの点についてなのかは決して明言しなかった。ホンダ・シビックは、毎年の祝日ごとに、メレディスの医科大学卒業祝いに買った BMW X5 の隣に駐車されていた。2台の車が並んでいて、1台は努力で得たもの、もう1台は与えられたものだった。その2台は、私たちの立場を物語っていた。私はプラットストリートのコーヒーショップでマーカス・キャラウェイと出会った。そこは、マグカップが不揃いで、日替わりの黒板メニューがある、落ち着いた雰囲気の店だった。彼は窓際に座り、フィグマを開いたノートパソコンの隣に半分飲みかけのコールドブリューが汗をかいていた。その穏やかさは無関心だと勘違いしていたが、彼が顔を上げて笑った瞬間、違うことに気づいた。マーカスは29歳の UX デザイナーで、自営業をしていた。彼は18歳から独り立ちしていた。親が14歳の時に離婚し、母はフロリダに移り、父は酒に溺れていた。彼はコミュニティカレッジを自力で卒業し、デザインを独学で学び、一通ずつの冷たいメールでクライアントを増やしていった。彼の緊急資金は少なかったが、存在していた。それは、私の知るほとんどの人が口にできないことだった。私がマーカスに惹かれた理由は、母が理解するような野心、つまり角部屋や肩書きではなかった。彼は本当に重要な方法で野心を持っていた。毎日、仕事に、私に、そして二人で静かに気づいている生活に向かって彼は顔を出していた。一つの寝室のアパート、二手に分けた家具、冷蔵庫に貼り付けた予算のスプレッドシート。母は、ミコゼ語にマーカスのことを聞いた。その返事は、日曜日のローストビーフを囲んで届いた。フリーランスですって、彼女はフォークを下ろし、証拠をテーブルに置くように言った。つまり、どちらも本当の仕事をしていないのね。その同じ月、メレディスは整形外科医のトレント・コールと婚約した。デレンから来た旧家の出身で、キャンペーンポスターに載せるべきような顔立ちの彼だった。母は婚約ディナーを自ら開催し、シャンパン、ケータリング、40人のゲストを裏庭に招いた。メレディスは自分の野心に見合うパートナーを見つけた。母はそのディナーで、庭の向こうにいるマーカスをちらりと見て、あなたは自分の状況に見合うパートナーを見つけたわね、と私に告げた。マーカスはそれを聞いたが、彼は微動だにせず、私には決して忘れられない何かを飲み込む時のように顎が締まった。メレディスの結婚式の5週間前、マーカスがプロポーズしてくれた。屋上でもなく、シャンパングラスの中でもない、私たちのアパートでの火曜日の夜だった。ストーブの上にはパスタがあり、窓の外では雨が降っていた。彼は言った。スピーチは用意していない。ただ、これが私の人生でありたいことがわかる。君と、これと、私たち、その指輪は、彼が4ヶ月以上もかけて貯めたシンプルなソリテールだった。彼の言葉が終わる前に、私は、はいと答えた。翌日の日曜日、私たちは家族にそのことを伝えた。メレディスは目に届かない笑顔を浮かべ、父は、素晴らしいことだ、愛しい娘よ、と言って、新聞に目を戻した。母は指輪を一瞬見つめ、すぐにメレディスに向き直った。オーキッドの花屋は確認したの、結婚式の計画はすでに進行中だった。リッツ・カールトン・ハートフォード、ニューヨークから飛行機でやってきたプランナー、エクアドルから輸入された花、バラではなくオーキッド、メレディスはバラは予測可能だと言った。予算は25万ドルを超え、母はそれをまるでリフォームのように語っていた。必要で、遅れていて、正しいものへの投資だ。私の結婚式での役割は話し合うことなく決められた。ゲストブックテーブルを管理することになっていた。それは、小さなポディウムが入り口にあり、式典とも披露宴とも関係のない、写真にも写らない場所だった。私はゲストを迎え、ペンを渡し、微笑むだけだった。メレディスから1週間前にテキストが来た。マーカスを連れてきてもいいけど、トレントの同僚にフリーランスのことについて話させないで。違う世界だ。
リッツボールルームは、そこにいる全員にどれほどの金額が使われているのかを思い出させるためにデザインされたかのようだった。クリスタルのシャンデリアが白いリネンで飾られたテーブルの上に低く吊るされている。各テーブルのセンターピースは、白い花とジャスミンが絡みつく彫刻された塔で、その周りには、トゥバロース、タバロースと温かいシダーの香りを放つリップキャンドルが並んでいた。コーナーでは、楽四重奏がパッケルベルを演奏している。200人のゲストがカクテルの服装で集まり、金のリムのついたプレースセッティング、各人に3本のフォークが用意されていた。私は指示通り早めに到着した。私のドレスは黒でシンプル、キャップスリーブのもので、ノードストロームラックで 70% オフのクリアランスセール中に$89で購入したものだった。3度試着した後、これでいいと思った。それでいいはずだった。誰も私を見ていない。メレディスは、カスタムのベラ・ウォンを着て、カテドラル丈のベールが彼女の後ろに流れ、まるで世界がすでに守ることに同意した約束のようだった。彼女は美しかった。いつだってそうだ。母は前列にシャンパンシルクのドレスを身にまとい、モノグラムのハンカチで目を押さえていた。私は思った。彼女はメレディスを見ているとき、私を見たことがない。式の後、私はゲストブックのテーブルに座り、微笑みながらペンを配り、名前も知らない人々に47回おめでとうと言った。母のいとこのデボラおばが、3杯目のピノグリを飲んでサインをしながら私を見つめた。ああ、あなたはもう一人の方ね。私は笑顔を保った。私はシエナです。そうそう、ダイアンはいつもメレディスの話をするわ。彼女が家族のスターよね。マーカスはテーブル14に座っていた。最前列のサービス入り口近くで、トレントの遠い同僚たちとゴルフハンディキャップの話をしながら夜を過ごしていた。乾杯の挨拶が終わり、メレディスとトレントが最初のダンスを踊る。シナトラの曲に合わせて、部屋は高級なパーティー特有の緩やかなシャンパンのような温かい霧に包まれた。ゲストブックのテーブルを離れ、マーカスを探しに行った。彼と一緒に座り、何かを食べ、夜が終わる前に静かな瞬間を盗みたかった。しかしボールルームの半分を横切る前に、母が私の肘に現れた。シエナ、こっちに来て、彼女はバーカウンター近くの隅に私を引っ張った。完全にプライベートではない場所だった。近くのハイテーブルにいる3、4人のゲストが耳を傾ければ聞こえる距離。2フィート先では、ウェイターがシャンパングラスを補充していた。あなたとマーカスが何かを企んでいるのは知っているわ。彼女の口調は、私が12歳の時に台数の宿題をやっている代わりに絵を描いているのを見つけた時と同じだった。失望しつつも驚きはしない様子。先週、私たちがあなたの結婚式を手伝うことができるか聞いたわね。彼女は白い封筒を私の手に押し込んだ。標準的なサイズの軽いもの。私はそれを開けた。小切手だった。$500が母の綺麗な筆跡で書かれていた。結婚式の寄付。シエナ。私は顔を上げた。彼女は私の顔を、あたかも実験対象を観察している科学者のように見つめていた。これがあなたにふさわしい金額よ。彼女は音楽の上にかすかに声を落としていった。しかしウェイターはそれを聞いた。彼の手がシャンパングラスの上で一瞬止まった。ハイテーブルの女性がちらっとこちらを見たが、すぐに目をそらした。まるで目撃したくないものを目撃したかのようだった。$500。私の姉は$25万ももらったのに、私は$500。しかも、公式にするためのメモライン付き。私は小切手を折りたたみ、クラッチに入れ、母の目を見つめた。何も言わなかった。その沈黙が、私が言えることよりも彼女を恐れさせたと思う。私はテーブル14に戻った。マーカスは私が座る前に私の顔を見た。彼はテーブルの下で私の手を握りに来た。何があった、後で、と私は言った。ここではない、しかし、ここで私たちは見つかってしまった。10分後、母が私たちのテーブルに現れた。彼女はもう一杯のシャンパンを飲んでいたが、酔うほどではなく、しかし今までの薄い抑制の膜が取り払われていた。彼女はテーブルの頭に立ち、私が知らない6人が彼女を見上げた。彼女はマーカスを見た。私を見ずに、彼を見た。
あなたたちの結婚式の資金を出すつもりなんてないわよね。彼女は笑った。その笑みは刃物のようだった。私たちは行き止まりに投資しないの。テーブルは静まり返った。ブルックスブラザーズのブレザーを着た男が水のグラスをじっと見つめ、彼の隣の女性は突然ナプキンに夢中になった。トレントの大学のルームメイトが2脚離れたところで口を開こうとしたが、すぐに閉じてしまった。マーカスは動かなかった。声を上げることはなかったが、私は彼の首の筋がギターの弦のように張り詰めるのを見た。それが切れる直前のように。そして、私の中で何かがひび割れた。壊れたのではなく、ひびが入ったのだ。違いは重要だ。彼女が私を格付けするのは耐えられた。ガラスのキャビネット、ゲストブックのテーブル、89ドルのドレス、500ドルの小切手も受け入れた。しかしこの男、何も求めずに自分の人生を築いてきたこの男が、巫女背前まで彼女の名前すら知らなかった女性に公然とけなされるなんて、彼にはふさわしくない。私は立ち上がり、マーカスに近づいた。出よう、彼はうなずいた。ためらいはなかった。駐車場を横切るとき、靴の下で砂利がカリカリと音を立てた。私は今夜初めて、はっきりしたことを言った。明日、車のローンを借り換えなきゃ。マーカスはホンダ・シビックの助手席のドアを開けてくれた。もう書類はパソコンに用意してある。翌朝7時までに、私の電話には父からの12件の不在着信、メレディスからの3通のテキスト、そして母からの沈黙が、前手を上回るほどの大きさで響いていた。ジェラルド、私たちに電話して。お母さんがアップセットなの、メレディスは、あなたは早く帰ったし、みんな気づいていたわ。どこに行ったのか聞いてた。あなたが私の披露宴を台無しにしたの、シエナ。幸せならいいけれど、またメレディスが続ける。これは私の日だったのに、母からの返事は何もなかった。言葉はなかった。ダイアン・ヒュイットは追いかけることはなかった。彼女はあなたが謝りに戻るのを待っていた。私は彼らには、一言も返事をしなかった。マーカスと私は、キッチンテーブルに座った。ターゲットで買った小さなテーブルは左側が揺れ、私たちの間にマーカスのノートパソコンが置かれ、2杯のコーヒーが冷めていく。画面には自動車ローンの借り換えオプションが表示されていた。ブラウザーの隅には、クレジットスコアが光っていた。680。ギリギリ。高金利での融資には十分だが、それでも。信用組合を通れば 7.2% の金利が得られるよ。マーカスがスクロールしながら言った。あなたの両親が得たものより高いけど、ローンは完全にあなたの名前になる。彼らはタイトルから外れる。クリーンブレイク、クリーンブレイク。その言葉は聖なるもののように空気中に漂っていた。私はその数字を見て、約18,000ドル、多少の変動があることを考えた。そして初めてそれを明確に見た。借金ではなく、鎖として。私の母が私が道を外れるたびに揺らす鎖だ。そして、今朝7時にマーカスが、すでに書類を用意してくれて、私にそれを切り離す方法を示してくれていた。私は画面の680を見つめ、なぜ18,000ドルのローンが私を500ドルに見せた家族にとどまらせていたのか、と考えた。あなたは、自分を閉じ込めているものが思っていたよりも小さいことに気づいたことはありますか？その鍵が折よりも安かったことに、コメントで教えてください。知りたいのです。72時間以内に、私は計画を持っていた。30日以内に、新しい街が待っている。結婚式から2週間後、物語はすでに書かれていた。私によってではなく。父の姉、静かなパトリシア・オバが、水曜日の午後に電話をかけてきた。彼女は最初に挨拶をしなかった。お母さんが人に話していることを知っておくべきだと思った。ダイアンが作り上げた物語は、シンプルで効率的だった。シエナは嫉妬の怒りで結婚式を去った。彼女はメレディスが幸せでいるのを見ることができなかった。彼女はいつも厄介な存在だった。私たちが彼女にお金を渡したのに、彼女はそれを私たちの顔に投げ返した。家族のディナー、いとこたちとの電話、私たちを幼児の頃から知っている近所の人々とのスーパーマーケットでの会話の中で、
その物語は広がっていった。メリディスはネムーンのマウイから投降した。チャーターされた船の前方に立ち、ディオールのサングラスを頭に押し上げ、トレントの腕を腰に回して、テレネーヤの海が背後で輝いている。キャプションには、現れる家族に感謝と書かれていた。祝福を受け入れられない人々がいる。47件のコメント、ハートや炎の絵文字が並ぶ。あなたは本当に優雅だね、ミスター・ロスト。最高のショーを生きている。カレッジの友人がスクリーンショットを撮って一つの疑問符と共に送ってくれたのを見た。10秒間、その写真を見つめた後、アプリを閉じて、ノートパソコンを開き、潜在的なクライアントのために下書きしていた提案メールに戻った。イーストオースティンの小さなベーカリーがソーシャルメディアの助けを必要としていた。その週、パトリシアおばさんから再びメッセージが届いた。短く、結婚式で何が起こったか見たわ。あなたのお母さんは間違っていた。それだけよ、ただの証人、味方ではない。時にはそれが心の安定を保つために十分だった。その夜、マーカスに言った。彼らにその話を持って行かせておいて、私は結果を手に入れる。結婚式から3週間後の木曜日の夕方、ハートフォードの信用組合に最融資の申請を提出してから9日後、電話が鳴った。画面に表示された名前を見て、まるで安全だと思っていた建物で火災警報を聞いた時のように、胃がひっくり返った。お母さんだった。彼女は決して電話をかけてこない。召喚するように、沈黙を持たせる。彼女が電話をかけてきたということは、彼女が聞きたくないことを聞いたということだ。引っ越しを計画していると聞いているわ。彼女の声は平坦で、計算されたトーンだった。薬品の営業マンに対する時のような。州外のアパートを見ていると聞いたわ。私は何も言わず、彼女に間を埋めさせた。もし離れるなら、シエナ、私たちがそのローンの共同署名を続けると思わないで。月曜日の朝に銀行に連絡するわ。お母さん、共同署名のローンから一方的に自分を外すことはできない。それがどういうことかわかってる。一瞬の沈黙。私は今まで彼女に対して事実を引用したことはなかった。それは静かな水面に石が落ちるように響いた。何か勘違いしてるわ。ローンは法的な契約だ。貸し手の同意と最優資なしには名前を外せない。声を平静に保ち、マーカスが前夜に教えてくれた通りに。それは私がすでに始めていることよ。彼女のそばの沈黙は今回は違った。力の沈黙ではなく、レバーを引こうとして見つからない沈黙だった。5日後、信用組合が最優資を承認した。金利は 7.2%。元よりも高かったが、気にしなかった。ローンは私の名前だけに移された。ライアンとジェラルド・フイットはタイトルから完全に削除された。私は一通のメールを送った。お母さん、お父さん、自動車ローンは私の名前の下で最優資されました。あなたたちはもうその名前には載っていません。最初の共同署名に感謝します。シエナ・プロフェッショナル。簡潔で、感情はない。リードは切り離された。結婚式から30日後、私はホンダ・シビックにすべての持ち物を詰め込んだ。時間はかからなかった。2つのスーツケース、1箱のマーケティング教科書、そして、ストーリーを作るブランドと、メイド・トゥ・スティックのページが折れたコピー、ノートパソコン、ブリドーエル&パートナーズで作成したクライアントサンプルのフォルダー、初周年にマーカスからもらったサボテンが2階のコネチカットの冬を生き延びた。前の週にエージェンシーに辞表を出していた。上司はフィルというまともな男で、毎週火曜日に同じ青いオックスフォードシャツを着ていた。彼は私の手を握り、君はこの場所よりも優れている、シエナ。十分な給料が支払えなくてごめんな。その日の午後、彼は会社のレターヘッドに推薦状を書いてくれた。マーカスはすでに彼のフリーランスのクライアントを完全にリモートに移していた。彼のノートパソコンはオースティンでもハートフォードでも同じように機能した。それが彼の仕事の魅力であり、私の母が理解しなかったことだった。どこにでも行ける。私たちはオースティンを選んだ。マーカスが計算したからだ。州の所得税がない。生活費はハートフォード郡より3割低い。
小規模なオペレーターを歓迎するスタートアップエコシステム。学歴を必要としないクリエイティブなシーン。出発帳の私たちの銀行口座には$4200があった。私たちのすべてだった。ペンシルベニア州の宗教を超えたとき、父がメッセージを送ってきた。安全か、ローアノークでガソリンを補充するまで、返事を待った。一言、はい、母からは何も、メリリスからも何も。ただジェラルドが28年間尋ねるべきだった質問をしてきた。インターステートが私たちの前に広がっていた。I-81 南、次に I-40 西、テキサスへの長い平坦なアプローチ。バックミラーでコネチカットが何もなくなるのが見えた。前方には、緑のハイウェイの標識があった。オースティン、312マイル。大丈夫とマーカスが尋ねた。1年後に聞いて、私たちのオースティンでの最初のアパートはイーストリバーサイドドライブにあるスタジオだった。480平方フィートの歪んだ木の床、ディーゼルエンジンのようにガタガタするエアコン、誰かがゴミ箱にスプレーで、夢を大きくと書いていた駐車場を見下ろす窓。家賃は$1000。最初はベッドもなかった。マーカスはイーストオースティンに住むオンラインデザインフォーラムで出会った男からエアマットレスを借りた。最初の夜、私たちはそれに並んで横たわり、エアコンのサイクルを聞きながら天井を見つめた。隅に水の染みがあり、それは傾いたハートの形をしていた。そして、その考えが無遠慮に浮かんだ。もし母が正しかったら、声に出さず、言う必要もなかった。マーカスが振り返り、良くなるよ。そうしなきゃ。私たちは1700マイルもドライブしてやめるわけにはいかない。次の日から働き始めた。サウスコングレスのカフェでバリスタとして。時給は$12、チップも。オーナーはデニスという女性で、自家製のオートミルクを作り、みんなをシュガーと呼ぶ。午前6時から午後2時までラテを注ぎ、その後帰宅してシャワーを浴び、キッチンカウンターに座り、それは私たちのダイニングテーブルでもあり、私のデスクでもあったアップワークを開いた。最初の月、3つの仕事を得た。ラウンドロックのネイルサロンのソーシャルメディア管理、$400。ビッグトニーズブリスケットというフードトラックのチラシデザイン、$250。サウスラマーのヨガスタジオのメールキャンペーン、$750。フリーランスの収入は月1で$1400。バリスタのチップとマーカスのフリーランスの UX 作業と合わせて、家賃をかろうじてクリアした。食料品は HB から買い、米と豆、そして楽観主義が想像以上に広がることを学んだ。家具を買えない自由は、全く違った味がする。3月、オースティンに来て3ヶ月目、初めての本当の契約にサインした。アップワークの仕事ではない。本物のクライアント、実際の作業範囲、サインされた契約。サウスコングレスにあるブティックホテル、レン。12室、むき出しのレンが、観光客が地元の人のように感じたがるミールカクテルを提供するヤガミバー。オーナーはフルブランドリフレッシュが必要で、新しいロゴ、ソーシャルメディア戦略、ウェブサイトのコピー、料金は$3500だった。興奮のあまり、駐車場からマーカスに電話して泣きそうになった。3週間後、オーナーのデレクはプロジェクトをキャンセルした。色合いが気に入らない、フォントが気に入らない、雰囲気が気に入らない。契約をキャンセルし、キル条項に基づいて 50% を支払い、らの友人に移った。$1750。3週間の作業、$200の出費。私はその夕方、アパートの外のコンクリートの階段に座り、水のボトルを持ちながら、リバーサイドドライブの交通を見つめた。マーカスが出てきて、デニスの店からの良いコーヒーを持ってきた。彼女のストレージの整理を手伝った時のチップの最後の分で買ったものだった。やーと彼は言って座った。先月、君のクレジットスコアが710に達したよ。最融資がうまくいっている。彼は一瞬間を置いた。それと、カフェの女性、クンノビッグトニーズのキャンペーンについて尋ねた人、彼女がカードを置いていった。連絡した方がいいって。ローレインって誰？まだわからないけど、彼女はクンノビッグトニーズの作品が過去6ヶ月で見た中で最高のローカルキャンペーンだと言っていた。私はそのカードを取り、
溶けてしまいそうな2本の指で持った。ロレイン・ボス、マーケティングコンサルタント。オースティン、テキサス。ダレックからの$1750の小切手を、冷蔵庫の横にマグネットで留めた。その横にシャーピーでこう書いた。初めての本当の報酬、初めての本当の教訓。メレディスのインスタグラムを探し回るつもりはなかったが、アルゴリズムが私を見つけてしまった。4月のある夜、エアマットレスの上にあぐらをかいて座り、まだソファを買っていなかった。ホスピタリティマーケティングのアイデアを探して業界のハッシュタグをスクロールしていると、アプリが私に妹の新しいキッチンで立っている写真を見せてきた。コロニアルスタイルの家、4つの寝室、かかった大理石のアイランド、真っ白なサブウェイタイルのバックスプラッシュ。おそらく、私の家賃よりも高い。キャプションには、夢の家と夢の人と書かれていた。家はウエストハートフォードにあり、$25万の結婚祝いを頭金に使って購入された。両親の投資が順調に値上がりしていると示唆していた。アプリを閉じようとしたが、何かが引っかかった。メレディスの投稿は、彼女の通常のコンテンツに比べて、いいねが少なかった。彼女にはほぼ20万のフォロワーがいたが、その中には主に患者やライフスタイル関連のアカウントが含まれていた。そして、コメントの中に、友人が、トレントはどこ？最近一緒にいるのを見ていないと書いていた。メレディスの返信は、彼は命を救うのに忙しい、簡単符が強調していた。アプリを閉じて、ノートパソコンを開き、ドリッピングスプリングスのベッド&ブレックファーストへの提案メールを引き出した。メレディスのキッチンには、6口のウルフレンジがあった。私は2度も間違って組み立てたイケアのテーブルに座っていた。足が少し不均一で、ノートパソコンは常に左に一度傾いていた。4ヶ月間送ったすべてのメールは、斜めに書かれていた。あの時、メレディスの夢の家は、彼らが支払った金額の$6万も価値が下がっていることを知らなかった。コネチカットの住宅市場が軟化し、トレントは命を救うことに忙しかったのではなく、彼らの生活を台無しにすることに多忙を極めていた。5月は私たちをほぼ壊すところだった。オースティンでの5ヶ月。私の銀行アプリの数字は、カウントダウンのように表示されていた。$1800の引き出し可能額。家賃の支払いは6日後。$1100。残りは$700で、食料品、ガソリン、電話代、フリーランスを続けるために必要なインターネット代、キャンバプロのサブスクリプション、クライアントのテンプレートにアクセスするためにキャンセルできなかった。そして、マーカスが最大のクライアントを失った。サンフランシスコのフィンテックスタートアップは、UX 作業につき$4000を支払っていたが、デザイン予算の再構築を伝える2行のメールを送ってきた。即時に、すべての契約を一時停止します。すべてに感謝します。企業の軽い肩をすくめるようなものだった。その月、私たちの合計収入は4割も減少した。4晩連続でご飯と黒い豆を食べた。マーカスは、デニスがコーヒーショップで棚を作る手伝いをする1日の仕事を引き受けた。$200の現金が当日支払われた。私は、古着ビルの不動産業者からのキューボプロジェクトを引き受け、インスタグラムのコンテンツを必要としていた。15投稿で$300。私は一晩でそれを作成した。インスタントコーヒーと決意と恐れの間に漂っている感情を糧にして。ある晩、マーカスが潜在的な新しいクライアントとの電話をしている間、私はバスルームに入り、ドアを閉めて、水道の蛇口をひねって泣いた。優雅な泣き方ではなく、全身が折りたたまれるように、出てくる音が自分の声とは思えないような泣き方だった。タオルに顔を押し付け、そのまま泣かせた。バスルームは狭く、白いタイル、黄ばんだ目地、3秒ごとに滴る蛇口があった。出てくると、マーカスはまだ電話をしていた。顔を洗い、メールを開いた。ロレイン・ボスからの新しいメッセージが一通。あなたのフードトラックキャンペーンは驚くほど鋭かった。最近の作品を見ていました。木曜日に私のオフィスに来てください。何かあるかもしれません。4回読んで、5回目の読みを止めた。その木曜日のミーティングが、
すべての方向性を変えることになるとは、まだ知らなかった。ロレイン・ボスは、レーニー通りのコワーキングスペースの3階のオフィスで働いていた。各スイートに異なるスタートアップ名が書かれたドアがあり、共用キッチンは常に誰かの挑戦的なドリップコーヒーの匂いがしていた。彼女のオフィスは小さく、清潔で、意図的にシンプルだった。スタンディングデスク、2つの椅子、窓辺に1つの欄、壁には彼女の名前がサブヘッディングに書かれた2014年のアダージュの表紙だけが飾られていた。彼女は52歳、銀色のボブカットが手術のように整えられ、白い T の上にネイビーブレザーを着ていた。左腕にはカルティエのタンクウォッチが輝き、手を動かすたびに反射していた。ロレインは、彼女が働くように、直接的で早く、無駄な動作がなかった。あなたのビッグトニーのブリスケットキャンペーンは、週末の来客数を 34% 増加させました。私が完全に座る前に彼女は言った。トニーに電話した。彼はその数字を確認した。それは運ではない。彼女は一時停止し、私を評価するように見つめた。契約者が体力壁を見るように、何が支えられるかを見極めるように。しかし、あなたの価格設定は素人だ。あなたは$4000の価値のある仕事に$800を請求した。安くすることで自分に利益を与えていない。あなたは顧客に自分の価値を信じていないと告げている。彼女の言葉は、彼女が思っている以上に心に響いた。私が提案しているのはこれだ。2つのホスピタリティクライアントがいる。ドメインのブティックホテルとヒルカントリーのベッド&ブレックファーストだ。両方ともソーシャルメディア戦略とブランドのリフレッシュが必要だ。適切な提案、適切な価格設定、登録済みの LLC で戻ってくれば、紹介する。フリーランサーでなく、ビジネスとして。彼女は腕時計を確認した。あなたには18時間ある。立ち上がった。手が震えていた。ありがとう、ロレイン。彼女は、私に感謝しないで。自分で得ろ。私は雑な仕事を紹介しない。車に歩いて行き、運転席に座り、マーカスに電話した。今夜、LLC を登録する手伝いが必要。その夜、マーカスと私は、ぐらつくIKEAのテーブルに座り、彼のノートパソコンはテキサス州の州務長官のウェブサイトに開かれていた。有限責任会社の申請書は驚くほど簡単だった。名前、登録エージェント、住所、目的。手数料は$300だった。家賃の後、口座には$700残っていた。それは残りの半分に近いと私は言った。投資だとマーカスは言った。経費ではない。私はそのフィールドに名前を入力した。フーツとクリエイティブ LLC。マーカスは私を見た。家族の名前を使っているのか。私の名前でもある。そして、意味を変えてみせる。彼は反論しなかった。送信ボタンをクリックした。$300の申請手数料は、メレディスの結婚式で母が私の価値だと思っていた額の半分以上だった。次の48時間で、私は Google ドキュメントで2つの提案を作成した。一つはドメインホテル用、もう一つはヒルカントリーベッド&ブレックファースト用。それぞれのプロジェクトの価格を$4500に設定した。数字に指が躊躇した。ロレインの声が響いていた。自分の価値を信じていないと顧客に告げている。価格をそのままにした。土曜日の午後11時47分に、両方の提案をロレインにメールした。彼女の締め切りの13分前。月曜日の朝、一つ目のクライアント、ドメインのフィンチホテルが、やりましょうと返事をくれた。火曜日の午後、二つ目のクライアント、ウィンバリーのブルーベル B&B が、来週から始められますかと返事をくれた。$9000のパイプラインは、私が人生で稼いだ度の月よりも多かった。私はその金曜日にバリスタの仕事を辞めた。デニスはエスプレッソマシンの前で私を抱きしめ、誰かになれ、そしてできればクライアントを送って、と言った。私はラマー通りのオフィスデポで LLC 証明書を印刷した。キッチンの壁に、$1750のキャンセルされたホテルプロジェクトの小切手の隣に掲示した。私の証拠の壁、失敗ではなく、成長の証。そこからも簡単にはいかなかった。
むしろ、早くなった。8月には、LLC 設立から3ヶ月後、フーツとクリエイティブに4つのクライアントがいた。月収は$22,000。初めての契約。ロレインは私をオースティン・ホスピタリティ・アライアンスに紹介してくれた。これはホテルのオーナーやレストラングループ、観光局が集まるネットワークで、四半期ごとに高価なサラダを囲んで会合を開く場所だ。彼女は言った。ブティックホテル向けのソーシャルメディアロイについて、5分のプレゼンテーションを準備しなさい。彼らを魅了しようとするな、数字を見せるんだ。私は借りたブレザーを着て40の前に立ち、数字を示した。最初の90は手が震えていたが、次第にデータが私を支配した。ビッグ・トニーの来客数の増加、フィンチホテルのインスタグラムのエンゲージメントが 200%、ブルーベルト B の直接予約収入が2ヶ月で 41% 増加。プレゼンが終わる頃には、3人が私の椅子の上に名刺を置いていた。12月の収入は38銭だった。私は2人目の契約者、ウィルというグラフィックデザイナーを雇った。イースト・リバーサイドのスタジオからサウス・ラマーの2部屋のアパートへ引っ越した。オフィスとして使える別の部屋があり、実際の机、椅子、そして日曜日の午後、マーカスが Bluetooth スピーカーでコルレインを流す中、私たちが一緒に組み立てたクイーンサイズのベッドがあった。ジェラルドからメールが届いた。メリークリスマス、シエナ。オースティンはどう？私は返信した。6ヶ月ぶりに、いいよ。メリークリスマス、パパ、短いけれど、もう閉じてはいない。送る請求書は、未来の自分に宛てた手紙の一文のように感じられた。1年後のオースティン、フィットクリエイティブ、12件の顧客、私を除く2のフルタイム従業員、信じられないほどの収入がスプレッドシートに記載されていた。48万の総収入、純利益ではないことを正直に言いたい。給料、ソフトウェア、契約者費用、税金を差し引いた後、手取りはわずかなものだった。しかし、その成長の軌道は本物だった。そして、初めて自分の手で気づいたものが上昇を示していた。私たちはイースト6ストリートに小さなオフィスを借りた。面積は800平方フィートで、改装された店舗で、剥き出しのダクト、磨かれたコンクリートの床、ガラスの前扉があった。マーカスが自分でロゴをデザインし、フィット。クリエイティブというクリーンなサーフのスレートグレーを白地に印刷した。私たちはそれをガラスに印刷した。最初の朝、私は歩道に立ち、オースティンの太陽がその文字に当たるのを見て、光が内部の床に名前を影のように映し出すのを見た。それがマーカスが正式にプロポーズした月だった。私たちは、婚式の前から婚約していた。ハートフォードでの静かな火曜日の夜のプロポーズは別の人生のように感じられたが、私たちは式を挙げたことがなかった。彼は私をコングレス・ブリッジのヤガミバーに連れて行った。夕暮れ時、コウモリが夜の移動を始める頃、100万匹がピンクの空に渦を巻いていた。彼は言った。これを正式にしよう。誰のためでもなく、私たちのために、私たちは水曜日にトラビス郡裁判所で結婚した。ゲストは15だった。ロレインはネイビーブレザーを着て参加していた。デニスはコーヒーショップで焼いたケーキを持ってきてくれた。ベラ・ウォンも輸入された欄もなかった。予算は25万ではなく、$90の申請手数料と約束があった。2週間後、オースティンビジネスジャーナルからメールが届いた。ヒューイット様、私たちの年次40歳未満リストにノミネートされました。インタビューのためにご都合はいかがですか？私は、はいと答えた。セレモニーが行われる頃には、オースティンに誰がいるのか見当もつかなかった。メレディスは10月にオースティンに引っ越してきたが、それは彼女の選択ではなかった。トレントは UT サウスウエスタンに関連する病院システムの職を提供された。メレディスが使った言葉は、提供されただった。その真実を知ることはなかった。ハートフォードの彼の部署は、同僚からの人事の苦情を受けて異動を進めたのだ。詳細は、の時点では私には届かなかった。届く必要もなかった。結果は同じだった。トレント・コールイ氏はテキサスに転勤し、メレディスは彼に続いた。
彼らはウエスト・ハートフォードにあるコロニアルを売却した。私の両親が25万のギフトラッピングをした家は、6万5千の損失で売却された。彼らが購入して以来、コネチカットの市場は徐々に軟化しており、残りを悪い利率で融資していた。クロージングの小切手がクリアされ、不動産業者が手数料を取ったとき、メレディスとトレントはほとんど何も持っていなかった。4分の200万ドルが失われた。盗まれたわけでも、かけられたわけでもなく、ただ市場が結婚祝いの贈り物や親の約束を気にせずに、ゆっくりと静かに消え去ったのだ。メレディスは私がオースティンにいることを知らなかった。私の個人名のもとには、公のソーシャルメディアはなかった。フイットクリエイティブは、ウェブサイトとビジネスのインスタグラムを持っていたが、メレディスはマーケティングエージェンシーを探しているわけではなかった。私たちの世界は交わることがなかった。そう思っていた。交わりは火曜日の午後に起こった。ダイアンはコネチカットからメレディスの新しいレンタルに落ち着く手助けをするために飛行機で来ていた。彼女たち3人、ダイアン、メレディス、トレントは、コングレス、アベニューを南に向かって走っているとき、メレディスが窓の外を指さした。あのオフィススペースは可愛いね。ダイアンは上を見上げ、ガラスのドアを見て、名前を見つけた。フイットクリエイティブ。彼女は何も言わなかった。電話を取り上げて Google で検索し、ウェブサイトを見つけ、私の写真を、アバウトページで見た。シエナ・ヒューイット、創設者兼 CEO。彼女は電話を膝に置き、何も言わなかった。私の母はあのガラスのドアに私の名前を見つけ、人生で初めて何も言うことがなかった。オースティン・ビジネス・ジャーナルの40歳未満の柄は、11月の木曜日の夜に JW マリオットダウンタウンで開催された。屋上テラスは34階にあり、オースティンのスカイラインが回路基板のように光っていた。400人のゲスト、創業者、投資家、テクノロジーの幹部、病院の管理者、市議会のメンバー、オープンバー、ジャズトリオ、重いカードストックに印刷された名札は、ただ持つための招待状のように感じられた。私は赤い服を着ていた。明るい赤ではなく、深い動脈の赤。サウスファーストストリートの仕立て屋に作ってもらったテーラードブレザー。それが私が初めてカスタムフィットした服だった。シンプルな黒のシルクブラウスの下に着ていた。髪はきれいに低いお団子にまとめ、ブレザーに合わせて赤い口紅を塗った。マーカスはネイビースーツを着ていて、彼が初めて所有したレンタルではないスーツだった。ロレインが選んだネクタイはチャコルで、スリムでパターンがなかった。彼らにあなたの顔を覚えてもらいたいなら、ネクタイではなくあなただよ、と彼女は言っていた。私たちは7時に到着し、チェックインし、テーブル番号3を見つけた。前のセクションだった。1年前、私はサービスドアの近くのテーブル14にいた。その数学は私にとって失われてはいなかった。ロレインはすでに VIP テーブルに座っていて、オースティン・ビジネス・ジャーナルの編集長と話していた。彼女は誰に対しても、まるで誰も呼んでいない取締役会の会議を運営しているかのように話していた。ブレザーを調整し、部屋を見渡していると、私の背後6テーブル、バーの近くに座るトレント・コールがいた。彼をリクルートした病院システムはイベントのプラチナスポンサーだった。彼は医療スタッフのリエゾンを通じて招待状を受け取っていた。メレディスは彼の隣の椅子に座り、ダイアンはメレディスの荷物を片付けるために旅行を延長していた。彼女は彼らの間に座り、シャンパンカラーのブラウスはメレディスの結婚式に着ていたものと同じ色だった。MC が壇上に上がった。会場が静まり、名前が呼ばれ始めた。名前は正のアルファベット順に呼ばれた。私は文字が上昇するのを聞いていた。ドーソン、エスピノサ、グティエレス。カクオノレはステージに上がり、MC と握手をし、クリスタルアワードを受け取り、数言を述べた。観客は礼儀正しく拍手をした。カメラがフラッシュした。すると MC はマイクに身を寄せた。次は、フイットクリエイティブの創設者か CEO、オースティンで最も急成長しているホスピタリティマーケティング会社の一つで、2年目に収益が210万を超えた、シエナ・ヒューイット、400人が拍手した。私は立ち上がった。足はしっかりしていた。
手も安定していた。2年前、その手はリッツ・カールトンのボールルームで500ドルの小切手を握っていた。今夜は、その手が私を待っていたかのようにフィットする赤いブレザーの前を滑らせていた。私はステージに向かって歩いた。スポットライトは暖かかった。クリスタルアワードは見た目よりも重かった。バーの近くに座っていた母のシャンパンフルートは、唇の半ばで止まった。メレディスはダイアンに振り向いた。待って。ヒューイット・クリエイティブ、それはダイアン、答えはなかった。私はマイクの前に立っていた。彼らを探さなかった。必要なかった。2年前、私は4200ドルを持ってホンダ・シビックでオースティンに向かった。私の声は明瞭だった。400の視線がこちらを向いていた。バックアッププランはなかった。ただ、私を信じてくれるパートナーと、挑戦してくれるメンター、そして自分の人生を築くために待つのをやめる決意があった。私は一瞬静止し、部屋の空気を感じた。レガシーとは相続するものではなく、築くものだ。拍手が前回よりも大きく響き、音が体に響いた。マーカスは立ち上がり、ロレインは小さな微笑みを浮かべて VIP テーブルからうなずいていた。彼女の微笑みは、彼女の基準を満たすものに対してだけ向けられる特別なものだった。私は3番テーブルに戻り、座った瞬間、400の顔、キャンドルの光、スカイラインを目にし、母の姿を見つけた。彼女は私を見つめていた。私はその視線を受け止め、一つ小さくうなずいた。まるで長い間話していない知人に会ったかのように。そして、再びマーカスに目を戻し、母の存在を忘れてその夜を続けた。次に起きたことは、アンとパトリシアから聞いた。彼女はコネチカットにいるジェラルドから聞いたが、夜の10時47分にダイアンから電話を受けたという。物語は、家族の電話回線を通して静かに流れた。詳細は十分に含まれていて、心を傷つけるには足りるものだった。ギャラは10時に終わり、メレディスとダイアンは沈黙の中で駐車場に向かい、トレントは妻が見ていない時にネットワーキングをするか、あるいは彼がそう呼ぶことをしていた。駐車場は地下にあり、コンクリートの壁、蛍光灯のハミング、シャンデリアも弦楽四重奏もなく、何が起ころうとしているかを柔らかくするインスタグラムのフィルターもなかった。メレディスは BMW の運転席に座った。5年になる AX5 のリアクォーターパネルには傷があり、彼女はそれを直すことを気にしなかった。そして、エンジンをかけなかった。彼女はステアリングホイールをじっと見つめた。彼女は会社を築いた、ママ。彼女の声は、会社という言葉でかすれた。実際の会社。人々は彼女のために立ち上がった。400人が拍手をした。彼女は運が良かった、ダイアンは言った。それは自動的で反射的だった。彼女が30年間繰り返してきた同じ脚本。運が良かった。メレディスは母に向かって頭を振った。私たちは25万ドルを手に入れたけれど、私はお金を失わずに家を売ることができない。トレントは午後9時以降には私の電話に出ない。私は誰も知らない町に引っ越す。彼女はあの舞台に立って、すべてを持っていた。彼女の声は崩れた。ママ、どうして私はそれを持っていないの？蛍光灯がブーンと音を立てた。ダイアンは自分の手を見つめた。彼女の爪は完璧だった。いつも完璧だった。しかし彼女の手は静かだった。私は最善だと思ったことをした。彼女は言った。誰のため？メレディスは囁いた。エンジンは長い間かからなかった。ガラから3日後、メールが届いた。テキストでもボイスメールでもなく、メールだった。なぜなら、ジェラルド・ヒュイットは、彼が声に出して言えないことを段落の構造で伝える必要があるタイプの人間だったからだ。シエナ、誰かがあなたのスピーチのクリップをオンラインに投稿した。私はそれを11回見た。母は誇張していると言うだろうから、私は一度正確でありたいと思って数えた。私は結婚式であなたを守るべきだった。あなたにその封筒を渡した時に何かを言うべきだった。私はあなたの人生のすべてで、あなたのために立ち上がるべきだった。毎年の感謝祭、
すべての電話、母がメレディスとあなたを比較したとき、私は夕食を食べながら臆病者のように座っていた。それが私だった。私はそれに名前を付けたいと思っている。あなたにはそれを聞く価値があると思うからだ。許しを求めるつもりはない。改善しようとするチャンスを与えてほしい。もしコーヒーを飲みたいなら、私はオースティンに飛ぶ。条件も議題もなく、ただあなたの父が重要な会話に遅れるだけ。愛している。ずっと愛していた。ただ、静かすぎた、父。私はそれをイースト6丁目のオフィスの机で読んだ。ガラスのドアから朝の光が差し込んでいた。ヒュイット・クリエイティブの影がコンクリートの床に伸びていた。私は一度、それから二度読んだ。次にノートパソコンを閉じて、手を机に平らに押し付けて息をついた。私は泣いた。トイレの床でのような泣き方ではなかった。これは違った。これは、希望を捨てたはずの何かが、結局はやってくる時に起こる泣き方だった。遅れて、不完全で、それでも本物だった。その晩、私は返信した。そうしたいですが、コーヒーだけで。ゆっくり進むことにしましょう。ジェラルドはその晩オースティン行きのフライトを予約した。後にフォローアップのメールで、彼はもう一行を書いた。ギャラ以来、あなたの母は静かだ。彼女はあなたの名前を言っていない。私は、彼女が初めて自分の声を聞いたと思う。ギャラから2週間後、メレディスの人生は完全に崩壊した。大きな音ではなく、キッチンのカウンターに置かれた iPad から始まった。詳細は再びパトリシアを通じて、家族の非公式なワイヤーサービスとなっている彼女から私に伝わった。トレントは病院で看護師と会っていた。噂でも疑いでもなく、iPad に充電していたコーヒーメーカーの横に置いていたメッセージの連鎖だった。メレディスはシピアプリを探してそれを開いた。彼女は代わりに6ヶ月間の会話を発見した。彼女は翌週に法的分離を申請した。テキサスは共同財産州であり、彼らのオースティンの賃貸物件は問題ではなかった。問題はコネチカットの家を売った後に残った財政的な荒廃で、残りの住宅ローン、クレジットライン、自動車の支払いはすべて分ける必要があった。弁護士の着手金は$15,000。メレディスは、皮膚科のライセンスがまだテキサスに移転していなかったため、流動現金で持っていなかった。彼女が引っ越して以来、トレントが主な稼ぎ手だった。彼女は最初にダイアンに電話した。ママ、助けが必要。あなたとパパは。私たちはすでに$250,000を渡した、メレディス。これ以上はない。お父さんは退職する。私たちには自分の支出がある。$400,000の結婚式を資金提供した同じ母が、離婚資金を提供できなかった、または提供しなかった。いずれにせよ、金庫は閉ざされていた。その後、メレディスは私に電話した。私は出なかった。クライアントのミーティング中だった。正直な理由だが、私はそれでも出なかっただろう。彼女のボイスメールは、私が聞くまでの3時間、私の電話に残っていた。シエナ、メレディスです。この電話に値しないことは分かっていますが、他に誰に電話すればいいのか分かりません。私はそれを抱えていた。その晩、マーカスがソファで私を見つけ、携帯電話が膝の上に置かれ、何も見ていない状態だった。彼女を救うつもりはないと私は言った。でも、自慢するつもりもない、マーカスはうなずいた。それが正しいラインだ、それは正しかったし、私はそれを守った。ギャラから1ヶ月後、ヒュイット・クリエイティブは、テキサス・ヒル・カントリーにある8つのブティック・ホテルのチェーンのフルリブランド契約を締結した。ウェブサイト、ソーシャルメディア、メールマーケティング、写真のディレクション、すべてを含む契約価値は$34,000で、12ヶ月にわたって段階的に支払われる。オースティン・ビジネス・ジャーナルは特集を組んだ。見出しは、シエナ・ヒュイットが誰の助けも借りずに2年間で$200,000のエージェンシーを築いた、というものだった。ジャーナリストはレイチェルという女性で、彼女は40歳未満のギャラに出席していた。彼女は私のバックグラウンドについて尋ねた。私は名前を除いて真実を話した。私は、
自分のキャリアパスを信じていない家族から来たと言った。彼女は、ヒュイットがヒュイットクリエイティブを外部投資、家族の支援、安全網なしで立ち上げた。ラップトップと、自分の仕事には価値があるという確信だけで、と書いた。同じ月に、私たちはコングレス、アベニューに看板を設置した。標準的な広告で、新しいホスピタリティクライアントを引き寄せるキャンペーンの一部だった。デザインはシンプルだった。ヒュイットクリエイティブのロゴ、私たちが再ブランドしたホテルのロビーの写真、そしてキャッチフレーズ、あなたの物語を正しく語る。私はビジネス上の理由で設置を承認したが、メレディスの賃貸アパートから6ブロック離れた場所に看板が立っていることに気がつかなかったとはいえ。私は母のためにあの広告看板を立てたわけではないけれど、通り過ぎる時に微笑みまずにはいられなかった。すべてを実現させたのはジェラルドだった。彼はそれをコーヒーと呼び、文字通りの意味だった。家族会議もセラピーセッションも、待ち伏せもなかった。ただサウス・コングレスの店のテーブルで、以前は時給$12でラテを注いでいた場所から4ブロックの距離に位置していた。私は先に到着し、ブラックコーヒーを注文し、ドアに向かって座ったのは、2年間の経験から来るものだった。10時ちょうどにダイアンが入ってきた。彼女の髪は以前よりも灰色がかっていて、かつてのアッシュブロンドは今やこめかみでシルバーになっていた。バーバリーのトレンチコートを白いブラウスの上に着ていたが、ハンドバッグは古びていた。5年間使い続けたコーチのバッグだった。その組み合わせが全てを物語っていた。鎧は同じだが、その裏にある資源は薄くなっていた。彼女は座り、緑茶を注文し、マグカップを抱えるように手を包み込んだ。お元気そうねと彼女は言った。私は元気だ。その時、エスプレッソマシンの音がカウンターの後ろで響いた。隣のテーブルの女性は小説を読んでいて、聞いていないふりをしていた。あなたができるとは思わなかったと母は言った。今回は残酷ではなく、ただ正直だった。もしかしたら、初めてかもしれない。それを聞いて、私は心の奥で少し動揺した。彼女の言葉には重みがあった。私は知っている。もしかしたら、私が間違っていたのかもしれない。その4つの言葉が空中に漂った。それは条件付きではなく、彼女が私に与えた最大のものだった。あなたはそうだったと私は言った。しかし、私はあなたを間違っていることを証明するために会社を立ち上げたわけではない。自分自身に何かを証明するために、それを必要としたのだ。息を吸い込んだ。謝罪は必要ない、ママ。あなたには、私が嫉妬から去ったと人に言うのをやめてもらいたい。それが最低限の条件だ。彼女はうなずき、目が赤くなった。涙ではないが、ダイアン・ヒュイットがその境界に近づいた瞬間を見たことがある。もし私を知りたいのなら、本当の私を知りたいのなら、毎月1回コーヒーを飲むことから始めればいい。しかし、もうあなたの娘たちをランク付けする権利はない。そのシステムは終わったのだ。木のテーブルの上に2つのカップ。サイズもソサーも同じ。誰も大きくはない。コーヒーショップでの6ヶ月後、スコアボードはこうなっていた。ダイアンと私は4回会い、いつもコーヒー、いつもサウス・コングレスの同じ店で。会話は短く、30分、時には40分。彼女はビジネスについて尋ね、私はシェアしたいことだけを語った。彼女はメレディスと私を一度も比較しなかった。彼女が変わったのか、あるいは単に変わったふりをしているのかはわからないが、それは私が解決すべき問題ではないと決めた。私の仕事は、教会を守ること。彼女の仕事は、それを尊重することだ。1月、ジェラルドがオースティンに飛んできた。フランクリン・バーベキューのピクニックテーブルに、マーカスと私が座り、私たちの間には茶色の紙の上に置かれたブリスケットがあった。彼は静かに泣いた。大げさではなく、彼は静かに肩を震わせ、ナプキンで目を押さえていた。私はあなたを誇りに思うと彼は言った。私は28年間、それを言うべきだった。私は紙の上を越えて彼の手を握った。マーカスは彼の皿にブリスケットのリブを置いて、食べて、ジェラルド。温かい方が美味しいよと言った。
私の父は涙を流しながら笑った。それはオースティンで私が食べた中で最高の食事だった。3月、メレディスの離婚が成立した。彼女は共同資産の残りを売却し、6万5千ドルの住宅損失を吸収し、イーストオースティンの小さなアパートに引っ越した。800平方フィート、マーブルのカウンタートップもウルフレンジもない。彼女はテキサスのライセンスが下りるのを待ちながら、週3日皮膚科クリニックでコンサルティングをしていた。彼女は人生で初めて自分の電気代を支払っていた。4月に彼女からメッセージが届いた。結婚式で言ったこととインスタグラムの投稿について謝りたい。私は決して実在しないものを守っていた。翌朝、私は返信した。わかってる。もしコーヒーを飲むつもりがあれば、教えて、ハグも涙の再会もなく、ただ平等な立場に立つ二人の姉妹だった。火曜日の朝、私はヒュイットクリエイティブオフィスに立っている。現在は1500平方フィートに拡張され、隣のスイートにも入っている。6人の従業員、2つの会議室、ベッカが、ギャラリーと呼ぶクライアントの作品が飾られた壁。朝の光がガラスの正面ドアを通り抜け、ロゴが磨かれたコンクリートに影を落とす。まるで最初の朝のように。今はデスクや椅子が増え、かつてエアマットレスの上で夢見たものが現実になった証拠がそこにある。私のデスクの後ろの壁には3つのものがピン止めされている。テキサス州務長官からの LLC 証明書。2年前の日付で、角が少し折れている。ダレックからの1750ドルの小切手。最初のクライアントがキャンセルした時のもの。最初の本当の支払い。最初の本当の教訓。それの隣には、私のシャーピーノート。最初の本当の支払い。最初の本当の教訓。そしてオースティンビジネスジャーナルの40人中40に選ばれたクリスタルアワード。午後4時頃に光を受けて小さな虹をファイリングキャビネットに投げかける。ベッカはそれがオフィスの最高の特徴だと言っている。私は彼女が正しいと思う。500ドルの小切手は壁には貼っていない。ずっと前に破り捨てた。誰かが私の価値をどう思っていたかの証拠を保持する必要はない。私は自分が気づいたものの証拠を残している。マーカスが2杯のコーヒーを持って入ってきた。1杯はブラック、もう1杯はオートミルク入り。彼は私のデスクにコーヒーを置き、私の頭の上にキスをし、私の向かいの椅子に座った。私たちはコングレスアベニューの窓の外を見ている。あの看板はまだそこにある。あなたの物語は正しく語られなければならない。その下で、オースティンはいつも通りに動いている。早く、明るく、ここに来る前の自分が誰だったかには無関心だ。母は私に500ドルを渡し、それが私の価値だと言った。彼女は一つのことについては正しかった。私は正確に得たものにふさわしかった。500ドルではなく、燃えるような情熱だった。ある人々は遺産を受け継ぐが、私は自分のものを築いた。そして、私の両親が私に与えなかった二つのものでそれを築いた。信念と公正なチャンス。それが私の物語だ。もしあなたが家族の中で、特別扱いされず、投資されなかった、他の一人だったことがあるのなら、あなたに伝えたいことがある。あなたの価値は彼らの承認から来るのではなく、誰も見ていない時に何を築くかから来る。もしこの物語があなたにとって意味があったのなら、登録してコメントを残してください。私は一つ一つ読んでいます。そして、家族の疑念を燃料に変えた誰かの物語を聞きたいなら、説明欄のリンクをチェックしてください。次回を愛しましょう。